クイーンにあるリビングステレオの児玉と申します。ミュージックバーとレコードショップっていう形で昼過ぎからのオープンなんですけど、夜はミュージックバーで深夜までやってるので、深夜までレコードが購入できる店です。もともと天神の大名のど真ん中にステレオっていうお店があって、2002年オープンで2020年のもうちょっとコロナで続けられなくなって閉店したんですけれども、ミュージックレストランバーみたいな形でこのシステムがレストランにドーンとあって、夜はずっと DJ がいるみたいなお店でした。オープン当初から僕は学生時代からそこに入ってずっと料理をやってまして、12年前にステレオと会社を買い取って引き継いで、まず2015年にステレオコーヒーショップを作りました。で2017年にレコードショップリボを渡辺通りでちっちゃいお店で作って、名前どうしようかなっていう時にくつろげるような空間っていうのでリビングステレオっていう名前を付けました。本店ステレオがあってコーヒー屋とレコードショップっていう感じだったんですけれども、2020年12月でステレオを閉めて、2021年にもうバー営業とレコードショップっていう形でここに移転してきました。天神大名が昔はすごいかっこいい街、カルチャーの街だったんですけど、今ちょっともう街も変わって狭い街なので、ちょっと離れてても全然みんな Google マップで来てもらえるし、大名じゃなくてもいいなっていうのでちょっと離れたところを探してて、ここは閑静な住宅街、もう路地裏って感じなんですけれども、ひっそりとやれる環境だったので、あんまり音は出せないんですけどね。福岡はみんな仲がいいですね。アパレルだったり美容、飲食、コーヒー関係の方たちもみんな仲が良くて、一緒に何かイベントとかもできますし、本当に横のつながりっていうのがすごい強い街だなってずっと思ってます。割とイベントが多い街だと思うので、クラブもいっぱいありますし、レコードショップもいっぱいありますし、カルチャーがずっと続いてる感じはありますね。ジャズ、ソウル、ロック、クラブミュージック、ヒップホップ、近年の和物、昔の和物もですけど、オールジャンルで取り扱ってて、初めてレコードを買うみたいな方もいらっしゃるので、マイケル・ジャクソンのスリラーだったり、昨日も触れちゃったんですけど、宇多田ヒカルとか、ジャズだったらビル・エヴァンス、ジョン・コルトレーン、マイルス・デイビス、初心者が買えるラインナップを常に心がけてます。仕入れは中古は買い取りのみ、1枚ずつもう全部ちゃんと査定するのでお預かりしてっていう形です。新譜はもう完全に僕の趣味が多いと思います。新譜もやっぱり高いのでかなり絞って仕入れはしてます。僕が基本ロックが好きなので、好きなアーティストの新譜が出たらそれを入れるって感じですね。夜は照明がっつり落ちて、レコードでずっと音を出してるので、曜日によってだったりお客様の会話を拾ってレコードをかけたりとか、常にここで選曲というか DJ してる感じはありますね。遅い時間はジャズとかアンビエントとかがかけてるんですけど、早い時間だったらいろいろロックだったりとかソウルだったりかけますね。あとインバウンドの方も結構いらっしゃるので、そういう方が多い時はベタにシティポップをかけて福岡に来て日本を感じてもらうみたいな。音楽の授業でクラシックのジュピター、惑星にすごい衝撃を受けて、実家の近くにおじいちゃんおばあちゃんの家があって、おじのレコードがいっぱいあったんですよ。そのおじのレコードを見てたら惑星のレコードがあって、他はもうビートルズとかもうツェッペリンとかディープパープルとかいっぱいあったんですけど、中学校1年生の時にそのジュピターをレコードで聴くのが初めて。洋楽も中学校の時近所のお兄ちゃんにこれを聴けとか言って TLC を無理やり聴かされてたりとかしてたんですけど、中学校3年生高校1年生の時はもうスカコアメロコアど真ん中世代なんですけど、高校生の時にレディオヘッドに出会って衝撃を受けて、そこからロックにハマって、 OK コンピューターが高校生の時に出て、キッド A で衝撃を受けたっていう感じですね。軽音の仲いい子とかにいろんなロックの CD を借りて、後追いにはなるんですけど、いろんなロックの音楽、オルタナが好きですね。僕の地元に古着屋がありまして、中学生の時からずっと通ってて、バイトしてはヴィンテージを買いまくってて、そこのお店にレコードも置いてたんですよ。当時のヴィンテージショップスタッフさんたちがみんな DJ をしてたんですよね。なので10代からクラブ遊びに目覚めて、いろんなイベント、ゴリゴリのヒップホップだったりとか打ち込みだったりのイベントとかも行ってたんですけど、フリーソウルサバービアみたいな生音のイベントが自分には合ってて、でそこから生音のイベントに行くようになって、
て、大学4年生の時にステレオに入ったんですけど、DJ ミュージックレストランバーだったので、10代の頃行ってたイベントでかかってた曲が何なのかがどんどん答え合わせができない。そこからヴィンテージを買うっていうのからレコードを買うっていうのに移行して、もう給料ほぼレコードに使ってた。あとはヴィンテージ志向だったので、レコードもう再発じゃ嫌だみたいな、オリジナルじゃないと嫌だっていう思考になっちゃうんで、オリジナル版をもう血眼になって探すっていう。23歳ぐらいの時にロンドンジャズ4のレコードが欲しくて、1万8000円だったかな。先輩が多分海外から買ってきて、そこで1万円以上のレコードを初めて買ったのがロンドンジャズ4だったんですけど、最初は1万円以下しか、お金当時全然持ってないんで、そこからタガが外れてもう2万円3万円のレコードを買っちゃうようになっちゃいましたね。デニムだったら WX とかもめちゃくちゃ持ってたんですけど、もう全部売ってレコードに変える。当時はオリジナルが欲しかったですね。今もう全然再発でいいです。ロックのオリジナル版は結構持ってると思います。ド定番はだいぶ持ってると思います。スマパンは全部オリジナルで持ってますね。仕事しながら月に何本も当時20代は DJ してました。飲食店なのでランチ終わって夜ディナーバーで、だいたいイベント週末なので3時までお店やってたんですけど、1時ぐらいにちょっと僕は先に切り上げて、もうレコードバッグ持ってダッシュで行って、当時は結構ピークタイム遅かったので1時にゲストとかだったので、僕はその後とかにやってましたね。もう朝までやってましたね。でそのままほぼ寝らずにランチ営業出るみたいな。今じゃできないですね。お願いします。どうぞ。こだわりの回転扉で、昼はこうもう開けちゃってるんですけど、もう夜は上がもう本当住居なので閉めて、夜は閉まってて、ちょっとここの内ドアっていう感じでここから入る感じですね。はい。ここが新婦のコーナーで、福岡出身の原田育子さんだったりとか、スモールサークルオブフレンズ、もう20年以上のお付き合いで、この間もライブで僕 DJ しました。あとはレコードスターで出たジェイミー・カラム、僕のアイドルなのでもうライブも何回も行って、あとはここがジャズのコーナーですね。ビル・エヴァンスとかチェット・ベイカーとかはすぐ売れちゃいますね。なかなか中古で常に在庫っていうのは難しいかなっていう。買い取りお待ちしてます。この辺がロック。ロックは細かくやっぱりジャンル分けがされてますね。いやでもストック難しいですね。一番難しい。今オルタナとかなかなか入ってこない。なかなか入ってこないですね。この辺がクラブミュージックで、ハウス、テクノだったりニュージャズだったり、あとはアンビエントですね。うちは結構アンビエントを力入れてるので、リスニングミュージックバーになるので、アンビエントはお店でもよくかけるので、いろんなアンビエントは取り扱ってますね。最近のおすすめは何かありますか？そうですね、メイテイさんの新婦、メイテイさんも福岡でライブの時はいつも僕バー担当で、レコードの販売とバーでお酒を作るっていう入らせてもらってて、お付き合いがあって、あとここ7インチコーナー、ラジオ局が所蔵してたレコードが去年3万枚ぐらいお預かりしてて、ちょっと手放すっていうことでラジオ局のものをいろいろ販売してます。レコ市とか持っていくとかなり喜ばれますね。この間別府のレコ市で大分のレコード屋さんが主催だったんですけど、大分のディガーの方たちがもうめちゃくちゃ買っていかれましたね。めちゃくちゃいっぱいあると思います。ちょっとグッズ、はい、T シャツ、バッグとあとキャップですかね。これは大谷義嗣っていうイラストレーターで東京在住なんですけど、大谷くんのヘタジャケっていうレコジャケをヘタにステレオコーヒーの2階がポップアップスペースで、そこで1回作品を展示販売したことがあって、その時のポストカードですね。バーカウンターですね。円形だよということは良かったです。そうですね、もっと丸にしたかったんですけど、お店の幅的にちょっと難しくて U 字型にはなったんですけど、回転するレコードの回転扉ともう丸のカウンターっていうのがこだわりで作りました。
お店全部内装設計僕が絵に描いて、それをもうデザインに起こしてくれたのも大学の同級生なんですけど、いつも一緒に遊ぶ、親友なんですけど、頼んだ時にこのカウンターが工務店の見積もりで150万ぐらい来て、ってなって、なんでかってこれ木を曲げるなかなか難しいらしくて、で山口で作ってこれを運ぶってなると輸送費がすごいかかる。どうしようってなった時に、その工務店の引退したお父さん、70何歳のお父さんが「俺が作っちゃるわ」って言ってここでもう作ってくれて、うちはウイスキーとかカクテルもオリジナルカクテルもあるんですけど、クラフトジンをいっぱい取り扱ってまして、国内海外だいたい常備30種類ぐらい取り扱ってます。観光の方やインバウンドの方も多いので、九州のクラフトジンを多く取り扱ってます。おすすめ中入っていいですか？ゴトジンがすごいやっぱり人気ですね。メインのボタニカルが椿なんですけど、本当今人気ですね、ゴトジンは。ビールサーバーですね。サックス型の、アメリカで見てかっこいいなってなって、で調べたら日本の会社が作ってて、本物のサックスをくり抜いてビールサーバーにしてるので、リードがあれば演奏もできるっていう。でもちょっとこれ壊れちゃったんですよ。でも多分音は鳴ると思います。ちょっとこうフードも福岡の糸島のイデア牧場っていうところの雷山豚のホットドッグ、あとピザなんですけど、竹炭を混ぜ込んで黒い生地の7インチサイズのピザを生地から作ってピザもやってます。 J ビールの4344とマッキントッシュのパワーアンプとプリメインですね。レストランの時から使ってたので、僕が入社した時もう当時からあるものですね。探偵はこれはマーク5テクニックさんと、これが GAE、 いいやつですね。超ハイエンド、当時多分30何万か40万ぐらいで発売されたやつですね。ずらっと並んでるのが販売用ではなくて、そうですね、もう私物 BGM 用ですね。深い時間もう10時以降とかになるとジャズとかアンビエントとかをかけてるので、この辺もジャズとアンビエントの感じですけど、この辺フリソールサバビアだったりとか、ジャズだったり、あとこっちはもう和物ですね。これは8年前ぐらいに幡ヶ谷のエラレコードさんでシールド未開封で7、8万ぐらいで買わせていただいたシールド、結構開ける勇気いりましたけどね。山下達郎好きの方いっぱいいらっしゃるので、このライブ版をここでこの音響システムでかけると本当にいい音で聴けるので、皆さん喜ばれます。ナンバーがこれ、いいじゃないですか。向井さんが顔描いてくれましたね。本当だ。向井さんがアコースティックライブした時も僕バーカン入らせてもらって、その時に顔描いてもらいましたね。あった。ファラオですね。僕が一番高い買い物だったファラオのオリジナル版ですね。スピリチュアルジャズ大好きなので、これもオリジナル版で高いですね。レコードデビューしますみたいな子たちがここで買ってもらって、レコードの扱い方、レコードとはから全部説明して、レコードスタートっていう子がいっぱいいますね。何を買ったらいいかわからないってよく言われるので、これとこれとこれどうって言って、予算内で新品だったり中古だったりを提案して、で買いましたみたいな感じで来ますね。レコードって今はもうネットでも簡単に買える時代ですけど、初めて買ったレコードって記憶に残るじゃないですか。どこで何を買ったって、そういうのが嬉しいですね。僕はステレオをいつか復活させたいなとは思ってます。レコード屋も好きなんで続けたいですけど、本当にステレオレストランありき、ステレオって今の福岡の30代40代50代の方たちは多分一度は訪れたことがあるんじゃないかなっていうぐらい皆さん知っていただいてた店なので、その方々がここもともとステレオのお店なのみたいな感じなんですよ今は。僕はリビングステレオをやってるんですけど、ずっと心の中ではステレオをやってるっていう感じなので、福岡のカルチャーというか、飲食ではあるんですけど音楽のカルチャーはずっとやっていきたいとは思っているので、僕はステレオをいつか復活させたいなとは思っています。お
店があるのでなかなかやる機会が減って、もうここ数年あんまり DJ はしてないですけど、お店の周年パーティーとかどうしても断れないものとかは DJ はしますけど、唯一年に1回夏に温度民謡のイベントをやってて、クラブキースフラッグで温度はダンスミュージックだっていうコンセプトで、クラブの真ん中にお立ち台みたいな感じでちょっと櫓を立てて、真ん中で誰かがいて、でそこをずっとぐる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 輪になって、みんな男性はハッピを着て女性は浴衣で、DJ のメンバーも全員オールバイナルで8人ぐらいいて、大竹栄一さんの温度カルチャーを築いてもうそれを唯一やってます。みんな勝手に踊れるじゃないですか。なのですごい楽しいイベントだと思います。そんな7インチコレクターでもあります。僕漫画好きでアニメも大好きなので、アニメメガミックスの DJ を一昨年ぐらい東洋火星のオープンファクトリーでメガミックスしました。久々に。でもあまりにも盛り上がりすぎちゃうので、アニメの DJ みたいになっちゃって、一時期15年前ぐらい封印しました。アニメはめっちゃ集めてますね。なんか今めっちゃ高くなってるじゃないですか。ちょっと見当たらないですけど、これとかもオリジナルめっちゃ高くなりましたもんね。昔3000円でしたけどね、買った時。これもオリジナル高かったですもんね。再発出たけど。踊るポンポコリンのあれない、すいません、ここにないかも。踊るポンポコリンとか高いですもんね。アニソンの7インチコレクターです。